釜骨をね、残した方が身が割れづらいので、まな板の段差を利用しながら、アニサキスだとか、寄生虫のサクラマス。サクラマスね。鮭科の魚は、実はさばくのが難しかったりしますんで、さばき方と、あとおつまみをね、ちょっと一品作ろうかなと思います。鱗を取っていくんですが、これね、サクラマスの鱗はね、こういったね、苔引きだとか、あとね、引き引きだと、なかなかね、鱗が取れなくて、サクラマスの鱗を取る際は、こういった金だわしを使って体の表面をこすって鱗を取るようにしてください。これ突き引きしようとすると鱗のね皮が薄いんで身を削ってしまいますし、苔引きだと全然この鱗にかからずに鱗が取れないので、金だわしを使って鱗を落としていくと。上身の鱗を落としましたら、続いてね身を返して裏側の鱗を取っていくんですけれど、マスを扱う際のポイントは必ず魚を両手で扱うっていうことがポイントでして、ついついね顔を持ったりだとか尻尾を持ったりして身を裏返してしまうんですけれど、そうするとね身に負担がかかって、こういったね鮭科の身の柔らかい魚は身が割れてしまいますので、必ずね両手でこう身を抱え込むような形で扱うというのが一つポイントですね。鮭科の魚だとか、あとサワラだとか、大型で身の柔らかい魚っていうのは丁寧に扱うようにすると仕上がりが綺麗になりますかね。全体の鱗を落としましたら、続いて頭を落としていくと。鱗を落とした段階で一度身をね綺麗に洗い流したくなるところなんですが、先ほども言ったようにね、あまりこの魚を動かすと身が割れてしまうので、軽くさらしなんかでねこう拭いて鱗を落とせば良いのかなと思いますね。頭を落としていくんですが、頭を落とす際はね釜付きのまま頭を落とすようにしてください。普段はこの腹びれのところからねこう頭を落としてしまうんですが、釜骨をね残した方が身が割れづらいので、鎌のラインでサクラマスの場合は頭を落とすと。釜骨を残すことでこれからさばいていく時に身が割れるのを防ぎやすくなると。こんな感じでね直線に頭を落とせば良いのかな。鮭科の魚はね骨が柔らかいので、結構簡単に頭を落とせますかね。身を返してここねへその部分から、包丁を入れて腹を裂くと。この時にね包丁がね斜めに入ると身を削ってしまいますので、必ずねまっすぐ入るように意識しながら腹を裂くようにしてください。内臓を出していくんですが、これね無理にこう開くと当然身が割れますので、身を開かないようにしながら内臓を引き抜いていくと。続いてね血合いを変えていくんですが、その際はねこういった骨抜きのこの背中側、ここを使って血合いを変えていくと。マスのねこの血合いはお腹の中に結構太めの血合いが入っているので、ここをねこんな感じで骨抜きの背中を使いながらこのようにこすっていくと、簡単にね血合いが落ちますので、ササラだとか歯ブラシだとかそういったもので血合いを掃除しようとするとね意外とね血合いが落ちないので、なのでこれね血合いをかく際は、骨抜きの背中、あとスプーンなんかでも代用できるので、そういった道具を使って血合いをかき出すと。ここまで来たら一度身を水洗いします。こちらね渡りのガリがただいま幕開けで販売中ですんで、僕の好みがよく現れているガリですんで、よかったらご購入くださいませ。ここからさばいていくんですが、サクラマスさばく際は、こちらね下の身は通常の三枚おろし、上身は、大名おろしっていうねおろし方でおろしていきます。大名おろしというかね、上身はちょっと変則な大名おろしと、その辺もね踏まえておろし方紹介していきます。まず最初の身は
通常の三枚おろしですので、難しいことはなく、もう一般的なね、魚と同じように包丁を通して、身を反転させて、背中から包丁を入れてと。サクラマスなんかはね、骨が非常に柔らかいので、あんまりね、ギリギリを攻めようとして下にね、力を入れすぎると骨の下に身が食い込んでしまいますので、その点だけね、注意して優しく優しくさばいていくと。あばら骨のつながっている部分を包丁で断ち切ると。身を取る際はしっかり両手で掴むようにしながら、身のね、向きに自然なようにこうたわませながら身を扱うと身が割れることはありませんので、この辺ね、若干身が残っていたりしますが、身を移動させる際は鎌骨を持ちつつ身全体を支えながら身を扱うと良いのかなと思いますんで、はい、続いて残ったね、こちら上身を大名おろしにしていきます。大名おろし、ちょっと変則のね、大名おろしにしていくんですが、腹骨をこの裏おろしの要領で、外していくと。こういったまな板の段差を利用しながら、この部分を包丁で切り取っていくと。多少ね、このヒレを持って身を浮かせながら、まずは皮目に包丁を入れると。皮目に入れた包丁のラインから骨に沿って身を外していくと。上の身は骨しかついていないので、どれだけね、こうめくっても身が割れることがないので、こんな感じでめくりながら作業しても全然構いませんので、まずはこのヒレの部分の骨と身を剥がしておくと。この中骨を大名おろしにしていくと。この時のポイントは、これね、中骨がこの背中までこう伸びているんですけれど、背中まで伸びている骨は一旦無視して、ブチ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 ね、この骨を切っていくようなイメージで、大名おろしにしてください。包丁の角度としてはね、こういった角度でこの骨をね、断ち切りながら切り進めていくと。こうね、ブチ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 断ち切っていくと。お腹のラインまで来たら、多分ね、包丁がもうスル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 進んでいくと思いますんで、まずは中骨を外すと。ここで骨は断ち切ってしまっているので、このラインにね、まだ骨が残っていると。続いてね、包丁を柳刃に持ち替えて、骨の部分を薄く薄く外していくと。作業しやすいように、魚の向きを変えて、先ほど残した骨を薄く薄く削ぎ取っていくと。マスのおろし方はこの他にもね、3枚でおろす方もいれば、あとはね、裏おろし、この背中側の骨をこの向きでこう外していく人なんかもいらっしゃるとは思うんですが、このさばき方が一番ね、身への負担が少ないのかなと僕は思っていますので、最初は3枚でおろして、次はね、大名おろしと、裏おろしのね、合わせ技みたいな、ちょっと変則的なね、大名おろしで、おろしていくと。あとは、このね、あばら骨を欠いて、あとここに残っている中骨を引き抜いてと。まず血合い骨を抜いていくんですが、ここにね、うっすらね、白い点々点々っていう、ここにね、この白い点に合わせて、こういったね、血合い骨が入っていますので、この骨を、このね、点を目安に抜いていくと。分かりにくいかとは思うんですが、アップにするとね、ここ、点、この位置にね、点、点、点と、この白い点が骨ですので、この点をつかむようなイメージで骨を抜いていくと。で、意外とね、この血合い骨が長くて食べると口に当たるので、この骨はしっかりと抜くようにしてくださいと。意外と奥まで入っているので、多分ね、このあばら骨の終わりぐらいまで抜き進むにつれて、だんだんね、これね、もう手で触っても骨の頭がどこにあるのかわからないぐらい身のね、奥に
入り込んでいきますので、点の目安に骨を探りながら抜いていくと抜き残しなく抜けますので、若干ねこの骨を抜くのは難しい作業になりますかね。最初のうちはねこの点の位置にねもう骨の頭がはみ出しているので抜きやすいんですけれど、だんだんね骨が身に埋まってきて、こうね簡単には骨の頭をつかめなくなるので、この位置にあるだろうっていうところをね目安に骨抜きを使って骨を抜いていくと。触っても骨の位置はわからないんですけれど、ここがねずっと骨を抜いてきたラインでして、このねラインにねうっすらとねこの白い点が浮いて見えるんですよ。この白い点を目安に骨を引っこ抜くと。若干ね身を削る形にはなるんですが、骨がいるであろう位置を狙って骨を抜くと。続いて、鎌を落としてあばら骨をすき取っていくと。さばく際にこの鎌を残したので鎌骨を落としまして、続いて、このあばら骨をかいていくと。あばら骨をかく際も、まな板を動かしたりして自分でね作業しやすい角度にしてから、でこれもね1回でこのあばら骨を取ろうとせずに、ゆっくりでいいんでね何回かに分けて丁寧に作業をすると、削る身もね少なくなりますので、最後ねここサクラマスの場合はここにね1個ヒレが残ってますので、ここにね太い骨があるんですよ。なので、腹膜とね一緒にこのヒレの骨も落としておくと。この中骨の入っていたラインで身を割りますよと。半分に割りまして、ここから扱いやすい大きさに、こんな感じでねカットして皮を引いてと。皮を引いていくんですが、皮を引く前にねこういった落としきれなかったね筋だとか残った骨を磨いておいて、磨いてから皮を引くと。でねサクラマスなんかはねしっかり脂の乗った魚ですんで、皮引きはね結構簡単にスルスルっと包丁が進んでいくかと思いますので、難しいことはないのかな。つまみを作っていこうかと思うんですが、今回はね、こちらサクラマスを漬けにしてね、ねっとりとした食感を楽しむようなおつまみにしようかと思います。マスの身に、薄く塩を振ります。塩を強く振りすぎるとかなりねしょっぱめのつまみになりますので、その辺はね加減して表面の水分をさっくり抜くぐらいな感じでね薄く塩を振っていただければと思います。こんな感じですね。このぐらいの量を振って、このままね10分ほど、軽く水分を抜いていきます。10分経ちましたら、これね表面に水分が浮いてくると思いますので、この水分を洗い流します。軽く水気を拭き取りまして、サクラマスを地に漬け込んでいきます。地に漬け込んでいくんですが、これね漬け地は醤油とみりんと砂糖、こちらを1対1対1で混ぜ合わせた、幽庵地というやつですね。それを一度ね火を入れてアルコールを飛ばしてはいるんですが、そこにねこのね先ほどのサクラマスの地を漬け込んでいくと。どうしてもねマスの身が浮いてきてしまうので、上からペーパーなどを落としてしっかりね全体に地が行き渡るようにして、このまま20分ほど漬け込んでいきます。こうやってね、塩で水分を抜いて、さらにねこの地に漬け込むことで、この地の塩分でねマスの身の水分がどんどん抜けてねっとりとした食感になってきますので、それでは20分ほど待ちたいと思います。20分ほど経ちましたらマスの身を一度ざるに上げます。この状態っていうのはね表面にだけこの地の味が入って、身のね中心部まではまだまだ味が
入りきっていない状態ですので、ペーパーなどにくるみまして、このままね、一晩冷蔵庫で寝かせます。こうすると、表面にしかね、入っていない塩分がだんだんね、中心部にまで染み渡って、で、中心部のね、水分も今度は徐々に外に抜けてきて、ねっとりとした食感になってきますので、このまま一晩冷蔵庫で寝かせます。一晩寝かせますと、軽くね、水分が抜けて、だいぶねっとりとした食感になっているかと思うんですが、あとはね、これね、切って食べるだけなんですけれど、これね、サクラマスっていうのは結構ね、アニサキスだとか寄生虫の危険性がありますので、食べる前に、このタイミングで一度冷凍にします。冷凍してしっかりと寄生虫を殺してから食べると、しっかりと凍らせましたら、これね、凍らせる時間は、冷凍庫の機能によって時間に差があるんですが、保健所のね、資料を参考にしっかりとアニサキスが死ぬまで、冷凍しましたら、ここから解凍していくと。解凍のね、仕方はこんな感じでペーパーにくるんで冷蔵庫で半日程度置けば溶けると思いますし、で、急ぎでね、溶かす場合はこのままね、常温で放置して、半分ぐらい溶けたタイミングで冷蔵庫に入れれば良いのかなと思いますので、その辺は、食べ方によって、食べる時間によってコントロールしてくださいと。マスの実が溶けましたら、あとは切って盛り付けるだけと。マスの実っていうのは締めずに扱うと結構柔らかいんですけれど、このね、漬け地が行き渡って水分が抜けていれば、切ってる時からね、ねっとりとしたこの包丁にね、まとわりつくような感覚がありますので、適当にね、切って食べるだけと。削いで切っても美味しいですし、あとはね、こんな感じでちょっと厚めに切ってさいの目にぶつ切りに切っても美味しいですしと、あえて食感を出したりだとか、通常通りのそぎ作りにして楽しんでも美味しいので、お好みの方法でお召し上がりくださいと。盛り付けて食べるだけですよと。盛り付けは適当に盛り付ければいいと思うんですが、添え物なんかは、こちらはわさびですね。わさびはもちろん相性が良いですし、すだちなんかを添えても当然美味しく食べられますし、こちらは山わさび。ホースラディッシュとか言ってね、ローストビーフなんかに添えられてる畑で育つわさびなんですけど、これがね、結構ね、北海道産の山わさびなんて言って市場に出回りますんで、サクラマスはね、青森だとか北海道だとか北の方の食材なので、北海道の食材同士で山わさびを添えても良いのかと思いますんで、山わさびは皮を剥いておろし金でね、すりおろして、ぶつ切りの方にね添えて食べると美味しいかと思いますので、こういった料理もありますよということで、本日はサクラマスのねさばき方と漬けにしておつまみにする方法と、サクラマスには寄生虫がいる可能性が高いので必ずね冷凍してから食べるといったことを紹介いたしましたと。春の魚なのでぜひシーズンのうちにお召し上がりくださいませと。